偽りの代償のリセットプレイ、やっていきましょう。よろしくお願いします。前回までのあらすじ。ネルコードを3階に突入するも、何やら訳ありで、ゼルクはいないっぽい。熟成も弱いのしかいない、みたいなことをあいつが言ってました。詳細は、3階を踏破すれば教えてくれるそうで。ではやってやるとしましょう。と言っても、まだ来たばかりなので、探索は全然進んでません。現状のマップはこんな感じ。おや？プレートメール、これは初めて見た気が。特別な効果はなし。とはいえ、今着てる胸当てよりは絶対強いでしょ。言うて1だけか。名前のイメージからすると、もう一声欲しかった。まあいいや。おや、また知らない装備が。貫きの探検、攻撃回数保証と命中率補正か。攻撃力は初期装備の条件と同等。ファイターキリタンの攻撃回数はすでに2なので、攻撃回数保証は意味なし。命中率のアドバンテージがあるだけか。なお、装備についてる力プラスでダメージは上がりません。上がるのは命中率だけです。スイッチ版のアップデで魔法効果の名前もいくつか修正されたんですが、力プラスは命中率プラスとかに改名されたりはしてないようです。これ知らないと絶対ダメージ上がるって思いますよね。迷った挙句、シーフキリタンが使うことに。この先は、二手に道が分かれている。北へ向かえばショートカットできるが、ピットと呼ばれる落とし穴がある。何もせずに突っ込めば普通に怪我をする。ピットの上でキャンプを張れば、何度も穴に落ちる羽目になるから、気をつけろよ。東の道を選べば、少し迂回をすることになるんだが、ピットは避けられる。もし、魔法使い呪文の、レビテートがあるのなら、ふわふわと宙に浮くことで、ピットやシュートは回避できるぞ。うちその呪文ないんですよ。早く覚えて。ここのことか。北がピット、東が回り道、でしたね。回り道行くしかないじゃん。あ、今度は切り裂きの剣だ。3階に入った途端、急に新しい装備が出てくるようになった。アイテム探しもこのゲームの醍醐味の一つですからね。そういうのもっとちょうだい。あれ、もう合流かな？あっちがピットがあるっていうルート。ショートカットとか回り道とかっていうほど距離なかった。扉の先はちょっと広そうな空間。なんかイベント来るか？この先には、魔法封じの部屋がある。ここにあるやつはあくまでサンプルだが、迷宮で見かける穴の中ではトップクラスにいやらしいやつだ。実際に経験してみりゃ、一発でわかるよ。いつもとどこか違うぞ。ってな。で、魔法が一切効果を発揮しなくなる。呪文そのものは使用可能ってのが厄介だ。魔法を封じられていることに気づかないと、MP だけを無駄に消耗することになる。もちろん、魔法を封じられている時にも、敵は容赦なく襲いかかってくる。向こうも魔法やブレスなしならいいが、そうじゃない時だってある。とんでもないハンデだよな。こういう時は、可能な限り戦闘を避けろ。逃げるのは決して恥じゃないぞ。ただ、何事にも例外ってのはあってな。呪文の力が込められたアイテムのほか、松明やポーションなんかの消耗品は、平常時なら効果を発揮する時がある。発揮する効果そのものは魔法なんだが、呪文の詠唱が必要ないからだろうな。魔法封じの仕組みをすり抜けるらしい。
ただ、100% 絶対ってわけじゃない。基本的には失敗するが、たまに成功する。そんな感じだと思っておけ。まあ、俺の口から延々と説明を聞くより、実際に経験してみることだ。アイテムがたまに使える件も含めてな。魔法封じの部屋の奥には、魔法封じを解除する部屋も設置されてる。仕組みに納得したらちゃんと解除しろよ。前回のカミングアウト以降、あいつが調子乗ってこなくて寂しい。違うだろ。お前はもっとこう、上から来いよ。魔法封じの部屋。侵入注意。使用後は必ず解除すること。これだこれだ。ネームモンスターズが切れて敵が不確定になりました。あ、現実バトルじゃなかったのか。魔法禁止状態で強制的に一戦させるなんて結構スパルタだなと思ったら。魔法封じ解除の部屋。そしてこっちが解除部屋。お、治った。これって能動的に解除しなかったら一生このままだったんですかね。さあ。ただ。なんだ、さっきのとこ以外にも普通にあるじゃねえかピット。レビテイト。レビテイトを早くお願いします。開いた。まただ。なんだ、結構な数あるぞ。レビテイトくらい覚えてるでしょくらいのノリで配置されてる。ダメージが2しかないので、大した被害にはなってませんけど。実戦だったら大問題だ。マッピングしながら一旦回復に戻ったりしました。穴だらけじゃん。扉の前には、いつもの男が立っていた。このフロアには、空間のねじれが生じている場所がある。これを、ワープという。普通に進んでいたつもりが、どこかでワープを踏んでいて、想定と全く違う場所を歩いていた、なんてことがある。現在地点を撹乱するための罠として、ワープが置かれていることもあるが、入り口が見つからない領域への侵入口がワープだけだった、ということもある。このあたりはケースバイケースだな。あと、ワープと似て非なるものとして、ループというものもある。迷宮では、東西南北の回廊の端が空間的に繋がっていることがままあるんだ。ある方向へ進み続けたつもりが、同じ場所をぐるぐる回っていたりしてな。ワープとループに共通するのは、来た道をそのまま戻ることが難しくなる点だ。MP やアイテムの残量に余裕がなければ、先へ進むのは諦めた方がいいだろう。とは言っても、実戦では戻れなくなって初めて気づくんですよね。そこら辺を常に警戒して、余力は残しとけってことでしょう。ああ、さてはこの部屋にワープがあるな。やっぱり、もう飛ばされてる。つい先ほどまでいた場所とは全く異なる景色に驚いてないか？これがワープのトラップだ。何か違和感があれば、逐一マップを確認するようにしろ。全く異なるっていうほど、全く異なる景色でもない気がするけど。よく見ると天井がないってくらいでしたね。元のマップと違うところは。扉の看板には、次のように記されていた。帰り道。帰り道だって。光に包まれ、体が浮かんだ。退路の確保のためにも、一旦帰還。戻ってきました。右の部屋が帰還ポイントだったので、次は左の部屋ですね。
あれ何もない。ああ、ワープだな。飛んでる飛んでる。つい先ほどまでいた場所とは全く異なる景色に驚いてないか？これがワープのトラップだ。何か違和感があれば、逐一マップを確認するようにしろ。なんかさっき全く同じこと言ってなかった？設定ミスかな？こっちの方が全く異なる景色ってセリフと合ってるので、こっちが正しいんじゃないかな。さては、さっきの方は横着してセリフ使い回したな。回廊の途中で、例の男が待ち受けていた。以前、ワープの説明をしたとき、ループについても話したんだが、覚えているか？迷宮の東西南北は行き止まりではなく、反対側に繋がっている、というあれだ。ここで一度、マップを確認してみろ。そういうことか、と特進が行くはずだ。ほう？そういうことか。ノリがいい。こことここがループで繋がってるんですね。あた、ここにもピットあるし。しつこいようですが、レビテイトを覚えてなくてですね。ピットとレビテートの話は覚えているか？目の前の落とし穴の上を素通りできるぞ。嫌味こき様。レビテイト覚えてないっつってんだろ。お？多分隠し扉が正解ルートなんでしょうね。回廊の途中で、例の男が待ち受けていた。以前、ワープについて説明したとき、言い忘れていたことがあったよ。あれはな、空間的に繋がっていない場所へ移動させるためだけのものじゃないんだ。嫌がらせのように同じ場所を延々歩かせ、現在位置を撹乱させるためにも使われる。その典型例が、この先にある。実際に体験してみるといい。何か変だなと思ったら、ウィザードアイで現在位置を確認だ。あ、もうわかりました。ループ構造になってて、隠し扉を見つけないと抜けられないやつだ。はい。ここから、ここに飛ぶので、隠し扉に気づかないと一生前に進み続けることになる。このように、私たちはちゃんと気づいたので抜け道へ。女神の口づけ、じゃないプリーストブラスタージョン。早速2回目。判別からして間違ってた。ああ、関川無理っす直せない。撤収。ワープポイントを使って帰還。寺院に搬送されていきましたけど、この間の麻痺と同様、脳石薬で治した方が安上がりなんでしょ？ぼったくり寺院ね。あ、ダメだ、売ってない。仕方ない寺院に頼むか。どれくらいぼったくられるんだろ。1400ゴールド。背に腹は変えられぬ。なんか音違くね？今までの音はこちら。前の方が重みがある。なんか変える意味ありました？全然想像つかない。それではレベルアップタイムです。レビテイトお願いします。切実。プリーストゆかりさんはキュアパラリシスとマジックライトを。こっちも切実。呪文確認タイム。キュアパラリシスは覚えてねえわ。なんでそんな堅くななのさ。
プロテクションを覚えただけマシってことにしておきましょうか。常駐魔法、やっと2つ目。明治ゆかりさんは、レピテート、レピテート。覚えてない。ありえなくない？常駐魔法断固拒ヒューマン。全然常駐魔法を覚えないのは不安ですが、次回で3階は踏破できるでしょうか。次回、ゼルク塾の現状が明らかに。ではまた次回。